こんにちは、あやはれです。今日は平日忙しい私たちの食生活を助ける冷凍ストックレシピを紹介します。今回はお弁当に詰めることを前提におかずを作って小分け冷凍。毎日出勤する人は朝レンジで3分加熱してお弁当箱に詰めるだけ。お家でご飯を食べる人もこれだけ作っておけば昼ご飯を作るのが面倒な日の救世主になってくれます。ぜひ動画を見ながら一緒に作ってみてください。今回紹介するレシピの買い物リスト、作り方の詳細はすべて概要欄に記載しているので作るときに活用してください。鶏胸ひき肉と鮭の切り身は一旦冷蔵庫にしまって冷凍エビ 100g を流水解凍しておく。まずはミニトマトと大葉を水洗いして冷蔵保存します。ヘタを取って水洗いしたら保存容器の底にキッチンペーパーを敷き水気を拭き取って保存容器へ。この保存方法だと冷蔵保存で1週間程度持ちます。抗菌作用がありお弁当の仕切り代わりにぴったりな大葉は水洗いしたら茎の先だけ水につけて立てて保存。定期的に水を変えてください。野菜をカットします。まずはブロッコリー、水を張ったボウルに逆さに入れて5分以上放置。汚れが強い部分はカットしておいてください。次に紫キャベツ、芯は落として葉を千切りにします。今回はキャベツの量がかなり多いのでざるに入る分だけ酢漬けにして入りきらない分だけキーマカレーの具にします。このままだとかなりかさがあるので熱湯をかけてしんなりさせる。キャベツの水分を出すために塩小さじ1を揉み込む。15分以上放置します。レンコンはハサミ焼き用に 5mm 幅のスライスを8枚分カット。レンコンを水にさらします。残りはきんぴら用に薄くスライス。キーマカレーにも少し入れたいので残り1/3分の1ぐらいはみじん切りにします。ピーマンはヘタを取って細切り。薄切りしたレンコンと一緒にきんぴらにします。ブロッコリーはゆすり洗いをして汚れを落としたら小房に切り分ける。茎は細長くカット。ぶなしめじは石突きがある場合は石突きを落として半分は鮭と一緒に炒めるのでそのままに、残り半分はキーマカレーに入れるのでみじん切りします。これでカット作業完了。これから味付け加熱調理をしていきます。紫キャベツの酢漬けを作ります。千切りした紫キャベツを用意してください。塩もみしたキャベツの水気をしっかり切ったら酢大さじ2、甜菜糖小さじ2、よくなじませたら冷蔵庫で一晩置いて完成。冷蔵保存で2週間以内に食べきってください。どうしても下の方に味がつきやすいので使うときは下から掘り起こしてお弁当に詰めるようにしています。隙間を埋めるのにとっても便利なのと今まで彩り良いはミニトマトに頼りっきりだったのですが新たな相棒を見つけました。ピーマンとレンコンのきんぴらを作ります。細切りしたピーマンと薄切りしたレンコンを用意。フライパンにごま油小さじ2、お好みで鷹の爪の輪切りを3つか4つ、レンコンを入れて中火で炒めます。レンコンに火が通ったらピーマンを加える。さっと炒めたら酒小さじ2、醤油小さじ2、甜菜糖小さじ1、しっかり味がついたら完成。粗熱を取ります。私はほぼ毎週作り置きをするので粗熱を早く取るために解凍皿を購入しました。冷凍した肉などを解凍するのにも使えます。
とはいえ完全冷凍したものを解凍するには 2,30 分かかるので、私は調理した食材の粗熱を早く取りたい時や、朝おかずをレンジ加熱した後に粗熱を取るのに使っています。エビとブロッコリーのバター醤油炒めを作ります。解凍したむきエビとブロッコリーを用意。フライパンにブロッコリー、塩少々、水 50ml、 中火で加熱します。水が沸騰したら蓋をして2分蒸します。2分経ったら軽く混ぜて余分な水気を取る。エビとバター小さじ2約 10g を追加。軽く混ぜ合わせる。全体軽く焼き色がついたら醤油小さじ1、胡椒少々、よく混ぜて味がついたら完成。粗熱を取ります。きんぴらの粗熱が取れたので保存容器に詰めます。私が使っている保存容器はパール金属の小分けトレー 130ml4 マスと 50ml8 マス。軽いプラスチック製で食洗機も対応しています。ちょうどいい保存容器がない場合はレンジ対応のお弁当カップに詰めて冷凍保存してください。蓋をして冷凍保存で2週間以内に食べます。鮭のマヨネーズ焼きを作ります。鮭の切り身とぶなしめじ 50g 使います。まずは鮭の切り身をお弁当箱に詰めやすいように一口大サイズにカット。マヨネーズ小さじ2、醤油小さじ2、にんにくと生姜チューブ各2センチ、よく混ぜ合わせます。しっかり鮭になじませる。私はこの時片栗粉を入れてますが不要です。これまでこのレシピは竜田揚げとして作っていたのですが、冷凍したらカリカリ感はなくなるので余分なカロリーを追加しているだけだと編集していて気づきました。脂質制限をしている人はマヨネーズを抜いてもいいですが、冷凍しても鮭のふわふわ感をキープしてくれるので小さじ1でもいいから入れるのがおすすめです。オリーブオイル小さじ1、鮭を中火で焼いていきます。空いた容器にぶなしめじを入れて調味料と絡める。表面が焼けたらひっくり返してぶなしめじを追加。全体火が通ったら完成。粗熱を取ります。ブロッコリーの粗熱が取れたので保存容器に詰めます。エビも均等に加えて蓋をして冷凍庫に保存。レンコン挟み焼きを作ります。5ミリ幅にスライスしたレンコンと鶏胸ひき肉 200g を用意します。マヨネーズ小さじ2、塩コショウ少々。調味料をよくなじませます。4等分に分けてレンコンの上に乗せる。レンコンで肉種を挟んだら形を整える。同じ要領で4つ作ります。これも冷凍した時にふわふわ感をキープするためにマヨネーズを入れているのでなくても OK。 表面に片栗粉小さじ2を薄くまぶします。フライパンにオリーブオイルを少しだけ。レンコンハサミを並べて中火で焼く。片面焼き色がついたらひっくり返して蓋をして2分蒸し焼きにします。ケチャップソースを作ります。ケチャップ小さじ2、酒小さじ2、醤油小さじ1、甜菜糖小さじ1/2、よく混ぜ合わせる。弱火にしてソースで味付け。粗熱を取ります。鮭のマヨネーズ焼きの粗熱が取れたので保存容器に詰めていきます。詰め終わったら蓋をして冷凍保存します。最後は余った具材すべて使ってキーマカレーを作ります。フライパンにオリーブオイルを少しだけ。中火で鶏胸ひき肉を焼く。ひき肉にある程度火が通ったら残りの具材すべて入れる。
全体火が通ったら水 50ml、 カレー粉小さじ2、コンソメ小さじ1/2、ケチャップ小さじ2、よく混ぜ合わせます。完成したら粗熱を取る。粗熱の取れたレンコンハサミは保存容器に入る大きさにカットして蓋をして冷凍保存します。最後にキーマカレーも粗熱が取れたら保存容器へ。詰め終わったら蓋をして冷凍庫へ。これで下準備完了です。紹介するほどのレシピではないのですが、キーマカレーにゆで卵を添えたいので、せいろでゆで卵を作ります。せいろの裏側が焦げないように軽く濡らして、茹でたい数だけ卵を乗せる。蓋をして電気ケトルで沸かしたお湯をフライパンに入れて沸騰させる。蒸し板とせいろを乗せて、半熟卵なら6分程度、固茹でなら8分程度蒸します。8分蒸したら氷水に入れて冷やす。殻付きのまま冷蔵保存で3日以内に食べるようにしてください。月曜日から金曜日までの盛り付け例を紹介していきます。まずは耐熱皿を用意。冷凍庫から冷たいおかずを出します。もし容器にへばりついて取れない場合は、レンジ 600W で20秒ほど加熱すると簡単に取れます。今日のメインのおかずはキーマカレー。副菜にエビとブロッコリーのバター醤油炒め。ラップをしてレンジ 600W で3分加熱します。主食は玄米ご飯 100g。冷凍した玄米ご飯はレンジ加熱すると少しパサつくので、水大さじ1を加えてから加熱。粗熱を取る時間を少しでも時短するために、ここで解凍皿が活躍。全体まんべんなく解凍できたら粗熱を取ります。粗熱が取れるまで朝の準備をします。粗熱が取れたらお弁当箱に詰める。ご飯の上にキーマカレー、抗菌作用のある大葉、ゆで卵は殻を剥いて半分にカット。副菜で隙間を埋めます。味が混ざるのが苦手な方はお弁当カップを使ってください。完成です。しっかり蓋をして、お箸も忘れず用意。お弁当袋に入れて保冷剤も入れます。火曜日のメインおかずはレンコンはさみ焼きです。耐熱皿を用意。冷たいおかずをピックアップ。ラップをしてレンジ 600W で3分加熱。主食に玄米ご飯 100g。 全体まんべんなく解凍できたら粗熱を取ります。粗熱が取れたらお弁当箱に詰めて、完成。しっかり蓋をして保冷剤を入れます。今日のメインおかずは鮭のマヨネーズ焼きです。耐熱皿に冷たいおかずをピックアップ。ラップをしてレンジ 600W で3分加熱。主食に玄米ご飯 100g を用意。全体まんべんなく解凍できたら粗熱を取る。粗熱が取れたらお弁当箱に詰めて完成。今日のメインおかずは火曜日と同じレンコンはさみ焼き。耐熱皿に冷たいおかずを入れて、ラップをしてレンジ 600W で3分加熱。玄米ご飯 100g を用意。全体まんべんなく解凍できたら粗熱を取ります。粗熱が取れたらお弁当箱に詰める。耐熱皿に冷たいおかずを入れてレンジ 600W で3分加熱。玄米ご飯 100g。 全体まんべんなく解凍できたら粗熱を取る。粗熱が取れたらお弁当箱に詰める。
約3ヶ月間迷いに迷ってついに新しいフライパンを購入しました。最終的に選んだのはバッラリーニというメーカーの直径24センチガ型ガス火専用のものです。まだ購入したばかりということもありますが、油を引かなくてもスルスル滑るくらい食材がくっつかず、程よい重さでコンロの上でも安定感があり、とっても使いやすいです。フライパンを選ぶにあたってコメントで教えてくださったおすすめの製品とその製品を選んだ理由を今回かなり参考にさせていただきました。最後の最後まで悩んだ製品が2つあって、1つ目はティファール。コメント欄でも圧倒的におすすめの声が多く、お手頃価格でくっつかない、取っ手が取れるから収納しやすく、食洗機にも対応しています。もし我が家の食洗機が大容量でフライパンも入るサイズだったらティファールにしていました。ただ現状我が家の食洗機は小型食洗機なのでフライパンは入らない。一人の取っ手が取れる鍋を2年ぐらい使っているのですが、振り返ってみると使用頻度があまり高くなくって、私の場合取っ手をつけるのさえめんどくさくて、だんだん使わなくなった可能性があるかもと思いました。今回は他のメーカーのものも試してみたいとも思っていたので候補から外しました。もう一つの候補はパール金属のフライパン。とっても軽い製品で、レビューでも皆さん軽くて振りやすく、洗う時もとにかく楽でいいと。ただ一つ気になったのが、軽すぎてコンロの上で動いてしまう可能性があること。 IH だったら問題ないので間違いなくこの製品にしていたのですが、コンロの上で動いてしまうのが容易に想像できたので、本当に最後の最後まで悩んだのですが候補から外しました。そして残ったのがバッラリーニのフライパンです。値段が高くても長く使えるものがいいと思ってこのフライパンを候補に入れてたのですが、長く使うコツはいい製品を選ぶのではなく使い方次第という意見を聞いて、やっぱりそうだよなと思って憧れのメーカーではあったんですけど諦めていました。ただ製品ページをよくよく見直すと、ガス火専用だと半額でフライパンのほぼ平均的な金額で買えることに気づきました。今回のフライパンの選び方はかなり私のキッチン環境が影響する選び方になったので参考になるか分かりませんが、もしフライパン選びに迷っている人は今回紹介した3つの製品はどれもいい商品だなと思ったのでチェックしてみてもいいかもしれません。先週まで雪が多くて天気も悪く、なんだかうつうつとした気分で過ごしていたのですが、少しずつ暖かい日も増えて気分が上がってきました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。